はい、こんにちは、豊山新藤です。今回ですね、このチャンネル初めての試みとしてですね、ラジオ形式で僕の好きなベーシストを紹介していくっていうのをやっていこうと思います。今回ですね、初で一番最初にやるのがスティーブ・スワローっていうベーシストなんですけど、今これ写真出てると思うんですけど、これ彼ですね、本当にあんまり有名じゃないんですよ。なぜか結構この方はですね、もういろんな人やってて、パッド・メセニーともやってるし、ギャリー・バートンとかもやってるし、ジョン・スコフィールドともずっと一緒にやってるし、カーラ・ブレイとかもやってるし、もう本当にもうジャズジャイアントの中の一人なんですけど、僕もですね、全然知らなくて、結構ジャズいろいろ聞いて、後になって知ったベーシストなんですね。でも今の中では、僕の中ではすごい大好きなベーシストの中の一人で、そんなスティーブ・スワローをですね、ちょっと紹介していこうと思います。で、まず彼の、簡単にですね、で、彼の特徴なんですけど、まずですね、このジャズでこのエレクトリックベースをやったパイオニアの一人ですね。だから当時ってジャズでベース、エレクトリック、もうジャズはコントラバスだろうみたいな感じだった中でエレクトリックベースを用いた人の一人ですね。これも後でちょっと話していこうと思うんですけど、で、他特徴としては、このサウンドがすごい独特なんですよ。これで、あとですね、この人ですね、ベーシスト、僕の中ではこの人ベーシストの中のベーシストみたいなベーシストで、結構ベーシストってベースが好きだってのももちろんあるんですけど、音楽全体を考えてる人って多いんですよね。僕もそうなんですけど、別に自分のベースを焦点当てて俺に注目をみたいな感じじゃなくて、この音楽全体を作りたいって人がベーシスト多いと思うんですよ。で、彼がまさしくそれで、本当になんか彼自体の演奏も素晴らしいんですけど、プラスそれがなんかそのバンド全体に貢献してもっと素晴らしくなるっていう、本当ベーシストの中のベーシストみたいな感じの人なんですよ。はい、それでですね、あと次が特徴的なのがソロがですね、すごい歌心があってめちゃくちゃ綺麗なんですね。そんな感じです。簡単に彼のあれを言えばですね。で、ここからですね、音楽紹介しながら彼の略歴とですね、音楽をちょっと紹介しようと思います。で、彼はですね、1940年生まれ。これですね、ハービー・ハンコックと同い年ですね。だからもう本当に年齢的に言ってももう本当ジャズジャイアントだってのが分かると思うんですけど、今80、まだご存命なんですけど、85歳とか4歳とかだと思うんですね。で、簡単に僕も調べたところ、12歳、13歳ぐらいでベースを始めて、お母さんとかもピアノの教師かなかったらしいんですけど、で、最初は音楽家でやってたわけじゃないんですけど、その大学でそのラテン文学かなんかを専攻しながら音楽やってて、60年代ぐらいから、だから20代ですね。20代でスタン・ゲッツのバンドで、このゲイリー・バートンとかロイ・ヘインズとかと一緒にやったりして、で、どんどん名を上げていくわけですね。で、このアルバムもYouTube に上がってるんで、これ下にですね、概要欄にリンク貼っとくんで、もし興味があれば聞いてみてください。で、このゲイリー・バートンってビブラフォンのゲイリー・バートンいるじゃないですか。天才ゲイリー・バートン。彼とはですね、デュエットでやったりとか、その後もずっと一緒にやったりしてますね。で、次ですね、この時代でぜひとも聴いてもらいたい音楽が、ジミー・ジェフィリーっていうサクソフォニストいるんですけど、で、これ彼がジミー・ジェフィリー3っていう彼のトリオがあるんですよ。その中でのアルバムで、今この画像出てるこのアルバムですね。1961ってアルバム。このアルバムですね、僕すごい好きで、なんでかっていうと、もうなんか、この1960年代ってまだもう結構ビバップ、ハードバップ、それでもないか、ハードバップでもないけど、でも結構、その時代の中では、結構ですね、近代音楽っていうか、ジャズらしいジャズじゃなくて、この結構近代、クラシックの近代的な音をやってるんですよ。で、すごいミニマルな雰囲気で、ミニマルで音も、トリオなんですけど、サックス、ピアノ、ベースっていうトリオですね。で、ドラムレスでやってるんですけど、もうこのアルバム、僕すごいですよ。レコードを持ってるんですけど、ぜひともこれ聴いてみてください。で、これまた概要欄に貼ってるんで、もし途中一回止めてですね、それ聞いてもらって、また面白いと思うんですけど、後で聞いてもいいですけど、
この時はですね、彼はまだコントラバス弾いてますね。まだエレクトリックベースには出会ってない。で、ちなみにですね、これ1961年に録音じゃないですか。で、エレキベースが初めて出たのは1951年のフェンダープレベらしいんですよ。だから、そうですね。その1961年、まだこの時には彼は普通にコントラバス奏者としてやってる感じですね。で、ちなみになんですけど、このアルバムで、共演してるピアニストのポール・ブレイの嫁がカーラ・ブレイって人なんですけど、このカーラ・ブレイはですね、後々未来にスティーブ・スワローとのこの音楽的なパートナーであり、この生活的なパートナー、まあ結婚したかどうか分かんないですけど、本当にそういう関係になったらですね、そういうのもあります。これぜひこのアルバム聴いてみてください。で、ちなみにですね、あとこのスティーブ・スワローも作曲家としても活躍してまして、まあ、ジャズの作曲なんですけど、その中ですごい有名なのが今はですねスタンダードにもなったファーリング・レイスっていう曲を作曲したのが、このスティーブ・スワローなんですよ。で、これもですね、ギャリー・バートンのアルバムの中でアルバムのために作曲したらしいんですけど、それもですねギャリー・バートンがスティーブ・スワローと弾いてるアルバムがあるんで、それも概要欄のところにぜひ聞いてみてください。で、このフェアリングレースとはですね、結構なんですかね、スタンダードなんだけど、ワンランク上のスタンダードっていうか、結構ジャズをいろいろやって後々出会うスタンダードいろいろ覚えて後々出会うスタンダードみたいな感じで、結構難しい曲なんですけど、はい。だからパッド・メセニーとかやってるし、ビル・エヴァンスも演奏したりしてるし、結構いろんな名演が残ってるんで、ご自分でですね、もし検索してみてください。興味があれば。すごいいい曲なんで。で、次ですね、コントラバスからエレクトリックベースに変更。これですね、僕インタビュー見たんですけど、英語のインタビュー。今、インタビュー英語でも、翻訳できるじゃないですか。それでちょっと見たんですけど、これ読んでみると、30歳の、これ、スティーブ・サローが言ってた話ですね。日本語に翻訳したやつ。読みますね。30歳の時にたまたまエレクトリックベースに触れたのですが、その時空から稲妻が落ちてきて、それが私にとっての終わりでした。その経験は強烈だったので疑問に思ったことは一度もありません。コントラバスに戻ることは一瞬たりとも思いませんでした。全てが変わった決定的な瞬間でした。30歳でそんなことが起こるなんて本当に驚くべきことです。ということで、彼が30歳の時になんかどっかで演奏してる時にショーかなんかでとりあえずエレクトリックベースに触れられる機会があったらしいんですね。で、その時に触れてちょっと弾いてみたら、もうバーンとこう稲妻が走って、これでもうエレクトリックベースで行くしかないみたいになったらしいんですよ。で、今時って結構そのエレクトリックベースとコントラバス両方弾くベーシストって結構いっぱいいるじゃないですか。なんですけど、当時ってこのエレクトリックベースってまだもうエレクトリックベースはもう子供のおもちゃだみたいな、あんなのでジャズは弾けないよみたいな時代だったんですけど、今でも本当に人によってはやっぱりエレクトリックベースはあんまりっていう人も多いと思うんですけど、その中でですね、すでにコントラバスで成功しているのに突然エレクトリックベースに移行するその大胆さですね、これが本当にすごいと思ってて、しかもこの最初にちょっと彼のベース音が独特だって言ってたと思うんですけど、これ秘密はですね、彼ピック弾きなんですよ。しかもで、このネタは本当かどうか分かんないですけど、しかもちなみにピックは銅製らしいんですね。金銀銅の銅のピックらしいんですけど、ということですね、彼はコントラバスからエレクトリックベースに移行して、かつピックなんですよ。だ多分いろいろ彼がいろいろ試して音が一番好きだったのがピック弾きだったからピックにしたんですけど、これってもうほぼ真逆じゃないですか、コントラバスとエレクトリックベースって。これ僕本当思うのは、やっぱ自分の音に対してもうすごい自信があるなっていう。で、今時って結構インターネットでいろいろ情報が溢れてて、なんか人の音をパクったりっていうか、真似したりっていうのが結構よくあるじゃないですか。
でも逆になんかその中でみんな音が似てるっていうか、ジャコ風とかなんとか風みたいなので自分の音がないです。クリスチャン・マクブライドがその自分のサウンドは君のなんかシグネチャーサウンドで、君の出す音が君の音じゃなくちゃならない、独特の音じゃなくちゃならないっていう話があるんですけど、だからですね、彼はですね、その音に対する本当に自分がこの音が大切だっていう信頼が自分にあると思うんですよね。だからこれは本当にすごい本当必要なことだなって僕は思います。で、ちなみに今彼が使用しているベースはハーベイシトロンっていうですね、個人のですね楽器ビルダー、楽器を作る人の作ったエレアコベースで語源のハイ C ですね。だから下の B があるんじゃなくて上の C が足されている語源って感じですね。これ結構彼の演奏の動画とか見ると本当時代によっていろいろ変わってるんですけど、いろいろ試しながら、でも試しながらもやっぱ常にスティーブ・スワローの音はスティーブ・スワローの音なんですよね。これ本当面白いことにずっとピックですね。で次がですね1974年から76年までバークリーってあるじゃないですか。そこでですね有名なジャズとかで有名な、そこでですね教師として働いてるんですね。でこの時にそのジョン・スコフィールド、ギタリストのジョン・スコフィールドじゃないですか、彼が生徒の一人だったんですよ。でそこからですねどういうあれなのか分かんないですけど、一緒に演奏するようになって、生徒と先生が一緒に演奏し始めて面白いですよね。でもう生涯ですね、もう今もうおじいちゃんになって、もう後で紹介するんですけど、今80何歳でジョン・スコフィールドと一緒にやってるデュオもあるんですけど、その映像ちょっと見てもらいたいんですけど、すごい泣ける演奏なんですよ。でですね、この中でここで僕はジョン・スコフィールドと結構僕の中ではスティーブ・スワローとジョン・スコフィールドのこの組み合わせが一番なんか最強だなって僕は思うんですけど、僕はすごい好きなんですけど、でこのジョン・スコフィールドのトリオの中で僕が一番おすすめしたいアルバムがシノラっていうアルバムとアウトライク・ア・ライトっていうアルバム2個あるんですけど、これもですねここに貼れないんですけど、概要欄に貼ってあるんで、これ本当に2枚とも超名盤なんで、ぜひともこれ聴いてみてください。もうジョン・スコフィールドも最強だし、もうみんなこのトリオが本当最強のトリオですね。最強のギタートリオで、ちなみにですねジョン・スコフィールドはこの2枚アルバム録音した後にマイルス・デイビスのバンドに加入してきます。はい。で次はですねカーラ・ブレイトのアルバムなんですけど、カーラ・ブレイトさっき言った上で紹介した1961ってアルバムの言ったですね、ポール・ブレイの元嫁みたいな感じですね。で今彼女と一緒に過ごすようになって、音楽的にも生活的にもパートナーになって、彼女と一緒にいろんなアルバム作るんですけど、これもですね僕はカーラ・ブレイすごい大ファンってわけじゃないんですけど、もうスティーブ・スワローなんかやっぱりジョン・スコフィールドの方がなんか僕は好きなんですけど、でもカーラ・ブレイの中でこの中でおすすめしたいのは、これもですねカーラ・ブレイのトリオなんですけど、サックスとピアノとベースっていうトリオですね。だからドラムレスで、このもすごいいいアルバムがあって、この Life Goes On っていうアルバムなんですけど、人生は進んでいくみたいなことですね、日本語だと。このトリオももう25年ぐらいやってるトリオなんですけど、もう本当長年人生を通してやってるトリオで、ジャズとか本当そういうのがあるからいいですよね。だからその中の Life Goes On っていうアルバムが、2020年本当結構新しいんですけど、新しいアルバムで、これもなんかそのトリオの集大成みたいな感じでできたアルバムで、これもぜひとも聴いてみてください。これも概要欄に貼っておきますんで、ぜひ聴いてみてください。はい。で次ですね、最近のアルバムでまたこれもジョン・スコフィールドとまたアルバムがあるんですけど、これも2019年でスワローテイルスっていうやつがあって、この名前の通りですね、スワローテイルスってツバメの尻尾ってことなのかな。そうですね。これがですね ECM から出てるやつで、ジョン・スコフィールドがリーダーアルバムなんですけど、全曲スティーブ・スワローの作曲した曲で構成されてるアルバムなんですよ。これもすごいいいアルバムなんで、ぜひ聴いてみてください。
そして今ですね、83歳、今は85とかかな。で、この出てるですね、ジョン・スコフィールド、スティーブ・スワローのアウェイっていう2人のソロの演奏があるんですけど、これもですね、ぜひとも聴いてもらいたい。そして最後にですね、このいろいろ記事読んだんですけど、記者がですね、スティーブ・スワローに質問するんですよ。How do you describe your philosophy of music? そうだから、あなたの音楽哲学とか作曲とか音楽家としてのその哲学はどんなものなんですかって聞いたんですよ。そしたら、スティーブ・スワローが、私はアニミストですって言ってて、アニミストっていうのは、精霊、日本言うと精霊信仰になるんですけど、アニミストって、アニマっていう精霊っていうのがあって、日本ちょっと神道と多分似てると思うんですけど、でもこれ僕、この精霊信仰っていうのは、僕の解釈ではですね、だから結構だから、音楽捧げるものだから何かのために、有名になるためにとかじゃなくて、なんか宇宙に捧げる音楽っていうか、そういうものだってことだと思うんですよね。これは僕も本当に音楽はそういう音楽がやっぱ聴いてても僕も好きだし、だから僕もスティーブ・スワローの音楽好きなんだろうなって本当思うんですけど。はい。ということでですね、今回ざーっとですけど、スティーブ・スワローを紹介してみました。これですね、僕がさっき紹介したアルバム、とりあえず聴いてもらって、好きだったらですね、細かいカラブレとかもいっぱいあるし、そこら辺のアルバムとかもぜひ聴いてもらいたいんですけど。はい。ということで、このラジオ面白かったらですね、またやっていきますので、ぜひともいいね、コメントなどよろしくお願いします。ではまた。